はい、たわごとオープン、リリーと一緒。早速ご質問の方からお読みしようと思います。マースさんの凄まじい善良なプラットフォームでの動画の再生回数にも驚きを隠せませんが、もっと驚きなのはそのいいねの人々の性別、国籍、宗教、企業、地域、人種、ありとあらゆる、枠組みが違うということでしょうねの方々、人々がシェアし感動されているのを見て、これは異常なことだ、あらゆる枠組み、敵対、違いを超えて人々が皆称賛している。たとえ敵同士であろうと、仲の悪い同士もみんなマースさんの動画を素晴らしく愛しく思うように感じます。それは一体性を伝えられているからなのかなと思ったりもしていますが、本当のところそれはなぜでしょうというご質問ですね。皆さんがそのことをご存知なのかどうかちょっとよく分かりませんね。 YouTube では全然数少ないですもんね。何億ってなってるんですよ、他のねプラットフォームではね。それからあらゆる団体、宗教、国家の枠組みを超えてね、あらゆる人が応援してくれているんですね。何億ですよ、数はね何千万にとどまらない。今もその動画、イザヤトラとかね、いろんなの10本ぐらい世界行ってますかね。それ以外にもいろんなものが、音楽の方はもう元から何億って言ってましたからね。花もそうでしょ。それを皆さん見られる、特に YouTube の方が見られるとびっくりしてしまいますね。すごい数だからね。なぜ YouTube がそんなにね数が少ないのかというご意見もいっぱいありますが、もっとそういう数の驚きよりもですね、あらゆる枠組みの方たちがみんなが入ってらっしゃるというか、いいねをしてくださるということについて、この方がそういうの見れるんですかね。僕もちょっとあんまりよく分かってないんですけど、他のプラットフォームのところでどういう状況になってるか見れるんですかね。そういうこういう驚きを隠せないという方がいっぱいいるんですね。僕もそれが本当どれぐらいのことなのか分かりませんが、数が世界一じゃないかとかねいう方もいるんですよ。もう海外にもそういう数はアーティストでは間違いなくいないだろうと、おっしゃられる方もいるんですね。で、みんながマースさんのその動画素晴らしく愛しく思ってくれている、それは一体性を伝えられているからなのかなと思ったりもしていますが、本当のところそれはなぜなのでしょうか。それに対して答えますとですね、まず人間がですね、自分の思った通りは生きれないということですね。人間は条件付けられていて、ちっちゃい時からの観念でね、勝ち負けとか競争とか戦いの観念で、そこから自由でない、一体を持っていないということ、切実にそれが必要だということですね。それが分からないと喧嘩や争い、または恐れで言うことを聞くとか、恐れで何かね良くないことをしてしまうとか、恐れで
悪い人、犯罪心理学の根本ですね。恐れで悪い仲間に入る、恐れで悪いことをしてしまう。要はね、自由じゃないんですよ。恐怖で自由じゃないんですよ。誘いに乗るんですよ。ね、世界中の人、それどの国もね関係ないんですよ。またね、支配する人もされる人も同じなんですよ。みんな恐怖で乗っ取られてるんですね。自我で、私などいない、自我などなかったという目覚めが起きるまで人は自由はないんです。人がね、自分の選択でそうなったんだっていうような人いますけど、選択なんかできないんですよ。自由なんてないんですよ。だから世界中の人が切実にそのね、10本のそれを求めていると僕は思います。なぜならそれ全部エデンのことですからね。エデンのことというのは一体のことですよ。一体ゆえに殺すなかれ、騙すなかれ、私などいないんだから、一体なんだからっていう自由がなかったら、人は犯罪に入ります。必ず。または恐れからね、犯罪に入るっていうのはする側に入るだけじゃないんですよ。されちゃう側にも入りますね。その心理を使いながらね、悪くなる人はなっていってしまうんですよ。どちらも自由になるには一体が必要です。愛が必要です。一体と愛がなかったら、人は必ず恐れによって強いものに屈服し、強いものになろうとします。そのことで闇に入ります。ということは、闇に入んないように生きるにはどうするんだってね。我がなければいい、愛があれば、一体があれば恐れがないんですよ。私などいないからね。全てが一体で、万物が一体で、私など存在しない。誰が怖いの？誰が恐ろしいの？怖いかな？怖くないかな？誰が？私。で、私がいなかったら、ちっちゃい時にすごくひどい目にあって、すごい怖い目にあった子供がね、ものすごい怖いから言うことを聞く、怖いから怖い人の言うことを聞く。そこから自由になれます？そこから自由になれない人を責めれます？恐怖で騙す人を責めれますか？いや、うちの父親は犯罪心理学の専門家で、僕が子供の時そのことばっかり言ってました。逃れられないでしょ。ちっちゃい時にそういう目にあった子供たちが自由ですかね？選択できますか？怖いから嘘つき、怖いから殺し、怖いから憎み、怖いから逃げる、怖いから言うこと聞く、怖いから私がいて、私があると思っていて、怖いから私がいないって無我の自我の終焉やらなくて目覚めんですかね。僕はその専門家でしたからね、若い頃。父親も目覚められない自由はないと思います。今も世界中でいろんなこと起こってますよね。責めれないと思いますよ。だって怖いから言うこと聞くんだもん。怖いから騙すんだもん。怖いから殺すんだもん。上司が怖いからやるんだもん。全部怖いから。なんで怖いの？私がいて、私がやられちゃうから、私がひどいことになるから、私怖い、私っていう、こういう自我の終焉なくして自由がありますかね。そういう問題をはらんでんだと思いますよ。それが何億にもなるっていうのは、みんながどっかでそれを感じてる。だからそれを見て、ああそうだったか、エデンだね、一体だってことを忘れてた。一体だ、それが聖書だった。聖書の根本は一体である、エデンである。知識の果実で分かたれて、自我の果実を食べてね、追放された。その人たちは自我の
果実を食べて、分離の果実、若種の果実ね、地位や名誉欲しいと思うのは無理もないしね、悪いことに入っていくのは無理もないし、それをうちの父親たちは捕まえなきゃいけない。大変ですよね。だから世界を良くするには人々をね、一体を知ることです。まず安心が先にいるんですよ。安心がなくて選択できますか？恐怖が大きい人ほどどんな選択します？怖い思いした人ほどどんな選択します？自由ですか？それを助けるためには一体がいります。エデンがいる。僕はそう思います。安心感がいるね。傷が癒える必要がある。これカルマって言いますけどね、勝ち負け、競争、喧嘩、戦いですごい苦しい思いをした。それがね、自由となる、楽になる、癒される。これね、癒しろ。この反対がね、汚れって言うんですよ。汚れの地域に行くとね、恐怖でね、お化け怖い、恐怖。でもね、自分もお化けなんですよ。結局未知や神秘の中にいるんですよ。お化けが怖いんじゃなくて、自分がお化けと一緒なんですよ。一体物なんですよ。その気づきがなくて怖いものだってなっていたら、それはね、選択は自由じゃないですよ。僕は若い頃ね、トレーナーでした。その自由を獲得するために人々がそのことだけをサポートしてました。人々が自由になる。自我から自由になる。若種から恐怖から騙しから自由になる。ね、幸せとなる。騙しは終わらないですよ。怖いんだもん。辛いんだもん。苦しいんだもん。命令があるんだもん。もう怖い。それを克服できない。弱い自分。だから自分を責めてんじゃないですか。怖いからね。どうしたリリー。言うこと聞いてね。だから僕もリリーが怖くて言うこと聞くようにならないように育ててきました。ね、支配する人もされる人もそこから自由じゃなきゃいけません。じゃないと悪となってしまいます。苦しみます。そして宇宙からのメッセージ、万物からの自分からのメッセージはどんどん大きくなります。もう自分に自由がないですからね。それが人類にとって今何より重要なことだと僕は思います。今人類にとって一番大事なのは自由です。その自由というのは自分の思い込みや観念の自由じゃないんです。そこからの自由です。私からの自由、自我からの自由、安らぎ、それが何より大切だと思います。そのために10本は作られています。世界中の人がそれを欲してくださるのは、それによってそこに自由を感じ、そこに自由の美しさ、自由の素晴らしさ、エデンの輝きを感じるからじゃないでしょうか。それがこの質問、それはなぜなのでしょうへの答えです。それじゃまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかり今日ものたまった寝ているリリ様。リリは自由だから自由奔放に生きていますね。自分の好きな選択ができる。それじゃまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。さようなら。はい、
たわごとインナー、寝ている自由なリリと一緒。ね、今日のご質問、マースのエデンやイザヤトラ、10本ぐらい出したんですよね。それが今5億ぐらいになってるかな、数がね、視聴の数が。すごいですね。でそれに対してなんでなんだ、そんな人日本にいないだろうとかね、世界でもいないだろう、だからそれに答えたんですね、オープンの方で。例えばですよ、ちっちゃい時すごい両親が怖くてですよ、エゴ世界、この分離世界を信じて、競争喧嘩をものすごい信じてですよ、徹底的に家庭偉くなれすごくなれって育てたとしますよ。ものすごい怖かった、喧嘩したり争ったりね、暴力ですごかったってね。その子に自由があるんですかね。でそういう子知ってますけど、歩きながらも怖いかな怖くないかな、怖いかなこの人怖いかな怖くないかなって歩いてますよ、ずっとですよ。それ自由があるんですかね。幸せがあるんでしょうか。自分に選択権がちゃんとありますかね。朝から晩まで人騙してる人知ってますけど、悪い人っていう感じじゃなくて、怖いから怖い人ってことですね。人が怖い人ね、怖いかな怖くないかな見てるんですよ。だから自由がないんですよ。だからそういう人がこの今の世界のほとんどですよ。自分で選択権がある人ってどれぐらいいるんですかね。僕はそういうトレーナーで何十万人という人を見てきましたけど、そういう人なかなかいないですよ。自由を持った人は自分の観念に毒されてる。自分の信念、競争から自由ですか。一番強いのは競争ですね。勝ち負けから自由な人いますか。大体ね、勝つことですって言ったら相手を任すことだって人は大体思うんですよ。これは自動反応ですね。だから人はね、自分の観念でねから自由じゃないんですよ。だから一番大事なのは自分の観念から自由であることですね。勝つことは皆で勝つことです。共に勝つことなんですよ、エデンではね。でもエデンから出されてしまった方々はね、勝つことって聞いて相手を任すことだと反応するんですよ。これの専門家ですからね。でうちのお父さんも勝ち負けや喧嘩分離があるとね、怖いから犯罪に走ると、怖いから言うこと聞く、支配されるでしょ。そういうねことが人類にとって今一番重要なの。だから人類がみんな自由になる。自分のカルマから、自分の観念から、ね、カルマって観念だから、先祖代々の観念をカルマって言うんですよ。先祖代々の分離の観念、エデンを出た観念です。やられてたまるか、やっつけてくるぞ、襲ってくるぞ、だからこうやんなきゃダメなんだ、勝つんだ、偉くなんだ、やられてたまるか、地位がいる、名誉がいる、やっつけてくるぞ、絶対だ。これが観念、カルマです。このエデンのはカルマって言わないです。エデンの観念はそういう恐怖のに基づいてないんですよ。彼を幸せにしたい、彼らが良くなるようにしたい、彼らを守ってってあげたい。もうこれカルマじゃないですかね。それが本当のその人、本当の全ての人なんですよ。でも恐怖によって、ちっちゃい時の恐れによって、先祖代々継いできたこの戦いの星エデンを出されたその価値観によってやっつけるんだ、奪うんだ、取るんだ、盗むんだ。それで自分が台無し、勝つんだ、偉くなるんだ、すごいように見せるんだ。それでダメになっちゃうんです。それが宇宙に合わない、エデンに合わない、愛に合わない。それを教えるのが聖書だったんですよ。だからイザヤさんの時代にはそういうようになってる。でその後ね、
辛い思いしてね、補修とかいろんなんで改ざんされちゃうんだろうと思いますね。じゃなかったら同じはずですよね。同じ本なんだから悲しいですね。そう人々は恐れからね、だから10回も騙す中で殺す中でなんでか分かんないの。だって敵なんだよ。敵はやっつけないとね、勝つこと、それは相手を任すことだって勝手に思ってるんですよ。でも勝つこと、それは相手を大切にすることだって思えますか？本当に勝つには相手を大切にしなかったら勝てないんですよ。幸せになるには相手を任すことだ、やられないことだ、違います。そういうのはカルマ、間違った分離の価値観です。相手を幸せに、万民を幸せに、世界中を、他国を幸せにした時だけ地獄は守られるんです。そんなこと知らないですよ。勝ち負けの価値観で私などいない時幸せになるんです。私を強める時じゃないんです。私がいない時、私など存在しなかったらあらゆる苦しみや恐れは消えるんです。私などなかった時、人は幸せなんです。私が勝った時じゃないんですよ。私が勝った時に幸せになるって信じてたらどうやって自由になるんですか？どうやったら自由になれるんですか？教えていただきたいです。相手に勝ったら、やっつけたらとんでもないことになります。宇宙的に一体の世界でそんなことをしたらとんでもないことになってしまいます。台無しです。犯罪者にもなるでしょう。とんでもない苦しみ、とんでもない劣等や、とんでもない痛みや悲しみや自己処罰やねえ、もう目が当てられない。破滅へ向かってまっしぐら、自己を拡大して自己を保全して台無しです。無我、愛が何より大事だから、目の開いた人はみんな無我無心を伝えますね。宇宙の法則、それが幸せになる唯一の法だから。だって一体の世界だから。心臓が幸せになるには肺の幸せを願う必要があります。肺が幸せになるには胃の幸せを願わなければなりません。一体の世界だから、愛の世界だから。これが科学的真実です。素粒子の電子の世界ね。細胞たちは他の細胞を愛するとき、大切にするとき、自分が幸せになります。体も健康になります。それじゃあまたお会いしましょう。たわごとインナー、かわいいリリがおねんねして、リリこれいるの？後であげるね。これリリごめんね。はいはいはい、じゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかり。今日ものたまったな。たわごとの番組ですからよろしくお願いします。さようなら、バイバイ。みんな幸せになってね。支配する人もされる人も恐れからね、自由になって、カルマから自由になって。カルマって恐れのことだから、カルマって自我のことだから、自我から自由になって幸せになってね。さようなら。みんなせっかく生まれたんだから、そこから自由になろう。さようなら、さようなら。幸せにね。破滅しないで。
letter from Isaiah will of Isaiah. Now, on air. Digital distribution start.